私はバツイチの人と結婚しました。子供はいなかったようです。一度失敗しているからといって偏見なども特にありません。豆で優しい人柄に惹かれ、愛し合っての結婚、幸せの3年目、妊活でも考えていきたいところです。そんな私に晴天霹靂、夫が忘れていったスマホに何度も着信が来ます。なぜか病院から連絡が。帰宅した夫は慌てた様子です。妻は私のはずなのに、奥様が出産中とはどういうことなのでしょう。私は夫の本質を知らずにいたのです。呆れるほど下劣な振る舞いに驚愕しました。私はかすみ、結婚して3年目、会社員として働いています。夫はキリト。以前結婚していましたが、子供もいなくて離婚したいわゆるバツイチ。こちらも会社員です。私は離婚に対して嫌悪感もなく、何も気にせず結婚しました。ちゃんとお別れしてきているのですから、何の問題もないのです。私の両親は当初反対していましたが、必死に説得して何とか許してもらいました。やはり世代の違いなのか、頭の固い古い考えの両親。私を心配する気持ちもわかりますが、離婚がすべて悪というものでもありません。過ちを犯してもやり直せるもの。一度結婚に失敗していても、結婚に向いていないと決めつけてはいけないと思います。ねえ、そろそろ子供欲しくない？おう、そうだな。妊活アプリってのがあったから使ってみようかな。そんなに焦ることもないだろ。自然にって感じでさ。そう？まあ、焦らず行こうね。インストールだけしとくかな。結婚後、特に避妊などもしてはいなかったのですが、妊娠はしていません。そんなものなのかと思い、私は軽い気持ちで妊活アプリをスマホに入れました。いつか子供が生まれたらと考えると微笑んでしまいます。夫の仕事はかなりハードなようで、夜遅くに帰ってくることが多いのです。それに休日もよく潰れてしまいます。急に呼び出されたとか出張になったとか。結婚してすぐにこれほど大変な仕事をしているんだと驚きました。夫婦2人の時間がないわけではありませんが、これも妊活アプリを入れた理由の一つです。いつ妊娠しやすいかぐらいは知っていて損はありません。ごめんかすみ。朝ごはん食ってる時間ない。今日早く行かなきゃいけないの忘れてた。いつもの朝のつもりが、夫が寝室から飛び出してきました。慌ただしく準備し、慌ただしく家を出てしまう夫。朝早いのは珍しいなと思いながら朝食をとり、私は普段通りのメイクをしようと洗面所へ。鏡を見てお肌のチェックをしようと乗り出したとき、棚の上に夫の携帯を見つけました。ブーンブーンと振動する音。夫のスマホに着信が。迷っていると一旦おとなしくなりました。夫が家を出てからそこそこ時間が経っています。私も遅刻してしまうので追いかけることはできません。どうしようもないか。と諦めたところにまた着信。未登録の番号のようです。私にはどこの誰だかわからないし、勝手に出るのも良くないでしょう。着信が止んだとき、スマホを手に取り履歴を見ようと思いましたが、ロックがかかっています。それはそうかと思いスマホを置くと再び振動を始めました。何度もかけてきているということは緊急事態なのかもしれません。せめて夫がスマホを忘れていったと伝えようと思いました。私は画面をタップします。奥様が出産中です。早く病院にいらしてください。話が飲み込めず、私は何も言えません。
すると玄関から物音が、バタン、ドタドタと大きくなってくる音。夫が忘れ物を取りに戻ったようです。そして携帯を耳に当てる私を発見。あ、息が上がり汗をかいた夫が切羽詰まった表情に。私は通話中の携帯を無言で夫に渡しました。受け取った夫。その間も通話相手の声が聞こえてきます。旦那様、もうすぐ生まれますよ。あ、はい、わかりました。静かな家の中で会話は丸聞こえ。夫と通話相手のテンションの差にものすごい違和感を覚えます。震える夫と病院からの電話。察しました。通話を切った夫に言います。浮気相手がキリトの子供を産んだのね。ねえ、旦那様。いや、違うんだ。浮気とかそんなんじゃ。そんなんじゃないっていうの？じゃあ今の電話は何なの？元嫁が俺の子供を。前の奥さんの出産に立ち会うつもりだったの？元嫁なんだからいいじゃないか。前妻がいるのは分かってて結婚しただろ。突然逆上しだした夫。わけがわかりません。それと浮気は関係ないでしょ？もう何なのよ。私はメイクもせずに通勤バッグを持って外へ、そのまま出勤しました。夫のおかしな言い訳を聞く耳などないのです。元嫁だから浮気にならないなんて聞いたこともありません。その日は仕事に集中できず余計にストレスがたまります。私は夕方帰宅し、夫がいないうちに荷物をまとめました。夫の荷物です。家を追い出されるべきなのは夫だと思ったので、旅行用のバッグにあれこれ詰め込み、マンションの廊下へ出してやります。ドアロックをしっかりかけました。夫が帰宅したのでしょう。インターホンが鳴りました。そしてスマホに開けてくれとメッセージが入ります。全部無視です。そのまま荷物を持って去っていく夫。その後は数日間何の音沙汰もなし。夫の性格から言って逆ギレしているに違いありません。私は離婚の準備を始めました。まずは結婚するときに反対していた両親に報告です。やっぱりとか、ほら見ろとか言われるかもしれないと覚悟する私。どういう経緯で離婚を選んだのかを電話で話します。そう、わかった。そっち行こうか。大丈夫。一人で何とかするから。うん、きっぱり離婚しといで。母は言葉少なに背中を押してくれました。思っていた反応と違い拍子抜けした私。でもそれよりも母の優しさに助けられた気分でした。後に聞きましたが、父も温かく見守ってやれと言っていたらしいです。両親はあの時闇雲に反対したわけでもなく、私が思っていることは感じ取っていたのでしょう。時代が違うと理解しなければならないこともありますが、それだけで全て片付けられるものでもありません。結局は承諾してくれましたし、私の考えや行動を尊重してくれていたのです。両親が私を思ってくれていることを再認識でき、安心して進められると感じました。1週間ほどだった頃、一人の女性が家を訪ねてきました。夫の元嫁です。普通ならありえない所業に唖然。しかし出産したばかりでわざわざ来たのですから、話ぐらい聞いてあげようと思います。扉を開けると玄関先ですぐに話し出す元嫁。ねえ、あんた離婚してよ。キリトは浮気癖のクソ男なんだからさ。私は子供がいるからお金がいるのよ。離婚は考えてます。キリトとの子供を産んでキリトと結婚するんですか？
あ、そうよ。クソ男だけど、ちゃんと働いてはいるから。話はそれだけですか？とりあえずお帰りください。わかったわよ。離婚早くしてよね。離婚の催促とは、浮気相手という立場でよくできたなと逆に感心してしまいます。それに元嫁の言葉が引っかかりました。浮気癖のクソ男と言ったのです。癖というからには一度ではなく何度かは浮気をしているはず。もしかしてと思い、私は夫の身辺調査をすることにしました。探偵事務所を見つけて相談。親身になって話を聞いてくれます。聞き込み調査をしたり尾行をしたりして衝撃的で想定外の事実が浮かび上がってきました。それから1ヶ月後、私は弁護士を通して夫に連絡、話し合いの場を設けることに。法律事務所の中の一室に私、夫、元嫁、双方の弁護士が集まりました。離婚協議書の内容として、私の方から夫に500万、元嫁に300万の慰謝料を請求。それを高すぎると言って受け入れない夫。金額についての説明を弁護士からしてもらいます。夫は元嫁の言う通り浮気癖があり、元嫁もそれが原因で離婚していました。結婚しても女遊びをやめず、非常に多くの女性と関係を持っていたのです。私が知る限りでも、この3年で20人以上。その中には私の知り合いも含まれています。回数など計り知れません。ついでに言うと、聞き込み調査をしていた探偵の女性は一度夫にナンパされたそう。それに加えて元嫁とも長期間関わっていました。このことを知ったとき、私の目の前は真っ暗に、血の気が失せて倒れるところでした。とんでもない人と結婚したものです。それもずっと気づかずに。浮気をするにしても、こんな手ひどいやり口の人が何人いるのでしょう。女性を何だと思っているのか、怒りに震えたほどです。ついでに、そちらのお子さん、キリトの子じゃないかもしれないけど、それでいいの？ちょっと、何言ってんのよ。キリト、不妊なんでしょ？違う。種が少ないってだけで全くの不妊じゃない。それなのに妊娠できたんだ。運命かな？羨ましいか？怒ったりにやついたり忙しい人です。不快な笑顔を鬱陶しく感じます。まあいいわ。それだけたくさん浮気してたんだし、子供ができにくいことも黙ってて金額も納得よね。夫側の弁護士は苦々しい顔でため息をつきます。夫は弁護士に大量の浮気をしたことを話していなかったのです。これではどうにもなりませんよと言われた夫と元嫁は顔面蒼白。かと思えば今度は顔を赤くして激高しました。ひどいじゃない。こっちには子供もいるのよ。生活できなくなるじゃない。そうだぞ。かすみ、お前には優しさってもんがないのかよ。あなたたちがまいた種でしょ？文字通りね。そんな人たちに対する優しさなんか持ちたくもないわよ。今度は自分たちの弁護士に不満をぶつけます。おい、おかしいだろ。減額はできるんじゃなかったのか？約束が違うじゃない。通常なら私も最大限できることはやりますが、あなたたちは私に全てを話さなかったのでしょう。これでは準備も何もできませんよ。諦めてください。夫側の弁護士はことも投げに言いました。もしかしてこの2人の弁護をいやいややっていたのかと思うと少々笑えてしまいます。仕事とはいえ頭のおかしな人の弁護なんてやりたくはないでしょう。離婚は成立。慰謝料は一括で支払ってもらうことになりました。大きな金額だから一括は無理だとごねたものの、夫の持つ資産や義両親に頼ることを考えれば何とかなることは分かっています。
生活が苦しくても大切な家族のためになら頑張れるものですよね。私は少しも同情することなくこの場を終えました。身辺調査により明らかになった元夫の本性、かなり悪質なものです。子供ができにくい体質であったために浮気し放題と勘違いした夫。その歪んだ考え方にはちっとも共感できません。さらには依存症の域であると聞きました。それなら専門の機関に相談するなどして解決していくしかないでしょう。もうすでに普通に生きることに支障が出ているのですから。ついでに元嫁の方の身の回りも知ることとなりました。妊娠前にはだいぶいろんな人と遊びまくっていて、誰が父親かわからないのではと推測されます。妊娠したかもしれないと察するや否や、元嫁は夫に近づいたのかもしれないと予想すると、ぴったり辻褄が合うのです。クソ男だけどお金のために結婚すると割り切った考えの元嫁。したたかなことは間違いありません。なんともお似合いの二人、そのままうまくやっていけるといいのですが。その後の話を私は友人から聞くことに。友人は元夫の浮気相手で私の知り合いと仲が良かったのです。元夫は自分の両親にお金の相談をしたそうです。しかしその理由を知ると大激怒。縁を切ると言われ追い返されたそう。仕方なく消費者金融へ、なんとか慰謝料を一括で支払いました。元嫁の方もお金はなく、両親や親族に借金して回ったのだとか。こんなに大迷惑をかけてしまっては、親戚中から疎まれてもおかしくありません。それから元夫は本当に自分の子供なのかと疑い出したようです。これまで信じきっていたのが不思議なほどですが。俺の子じゃなかったらどうしてくれるわけ？俺、お前に家庭を壊されてんだぞ。何よその言い方。キリトの子だって言ってんでしょ。悪者扱いしないでよ。そもそもあんたの浮気癖が原因じゃないの。じゃあさ、DNA 鑑定しようぜ。俺の子だったら結婚してちゃんと育ててやるよ。やだ、鑑定？血液とか取るんじゃないの？かわいそう。そんなことより早く籍入れましょうよ。DNA 鑑定をしたいのになかなか首を縦に振らない元嫁。ますます怪しむ元夫。そのままなし崩し的に入籍したようです。二人は借金にひいひい言いながら極貧にあえいでいました。お金がないと元夫の悪い癖である浮気も想像できず、それがとうとう爆発。職場の後輩に無理やり手を出そうとしたらしいのです。後輩は会社側に訴え、全社員から白い目で見られることに。もちろんクビになり、現在は無職。社内では他にも元夫に騙されたという数人が集まり、男女交際に関する人権侵害であるとして慰謝料を請求しているらしいのです。婚姻関係じゃなくても既婚者ではないと嘘をついて付き合ったり、離婚するからと気を持たせて騙す行為は慰謝料の請求ができるそう。少ないはずの種を随分ばらまいてしまった元夫、救いようがありません。ここまでお金に見放されると、今度は元嫁がまた離婚を切り出しました。ボロボロの狭いアパートで常に言い争っていた二人。近隣住民とトラブルになることもしばしば。殺伐とした夫婦関係では安息は訪れません。金の切れ目が縁の切れ目となったようです。おい、一人にしないでくれよ。一緒に頑張ろうぜ。うるさいわね、この疫病神。キリトなんていない方がマシなのよ。この子もあんたの子じゃないしね。本当の父親に助けてもらうから。やっぱりそうか。騙しやがって。騙される方が悪いのよ。種なしのくせに信じちゃってさ。ばっ
かじゃないの？このクソアマ、種なしじゃねえって言ってんだろ。ふざけんな。大喧嘩の末、1年持たずにこちらも離婚。元嫁も誰が父親かわからないらしく、何人もの男性に言い寄る姿が目撃されたとか。子供がいて大変かもしれませんが、こちらも受けるべき報いだと思います。この子には何の罪もないので、どうか幸せに暮らせるようにと願うことしかできません。元夫は依存症をコントロールできるようになるまで施設で暮らすことに。自ら足を運んだらしいのですが、借金返済からの現実逃避とも取れます。まあ実際、依存症は完治しないとしても緩和しておかなければなりません。これからしっかり働いて稼ぐ必要もあるのですから。これほどめちゃくちゃな人間がこの世にいるのかと思うとゾッとします。そんな人と結婚していたなんて今では信じられません。ある意味貴重な経験です。もっと慎重になるべきだと反省し、次へ進んでいきたいと思います。私の方は離婚後とても順調です。住んでいたマンションを出て会社から近いおしゃれな物件へ。自分の好きな家で好きなものに囲まれて気分上々。すべて私のやりたいようにできる自由がこんなにも晴れ晴れしいものだったと思い出します。気づいていなかっただけで私はこれまで我慢し続けていたのでしょう。誰にも気を使わない日常を現在はがっつり堪能しています。一人になってすっきりし、肩の力が抜けて仕事が一層うまくいくようになりました。友人と遊びに行くことも増えて、心の底から楽しさを味わう私。しばらく恋愛や結婚は遠くに置くとして、自分をしっかり生きたいと望んでいます。大切に育ててくれた両親に会いに行こう。学生時代の友達にも連絡しよう。やりたいことがどんどん湧き出てきて、今すぐにでも実現できそうな心模様。まとまったお金もあるし、昔からの夢だったカフェの開業、本気で考えてみようと思います。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。